通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、大ヒットゲームゴースト・オブ・ツシマの続編として大変期待されていますゴースト・オブ・妖帝からの話題になります。以前もお伝えしましたチャーリー・カークの銃撃事件を受けまして、なんとですね、このゲームの開発会社であるサッカーパンチの従業員がこれを称賛したとして現在ですね、とんでもない大炎上をしています。果たしてこの人物どのような発言をしたんでしょうか。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこのゲームご存知ですよね。大ヒットゲームゴースト・オブ・ツシマの続編ゴースト・オブ・妖帝です。このゲームはね、特に右派のゲーマー界隈ではたびたび話題に上がる作品なんですが、一部界隈では大変物議を醸している作品なんですね。なんですが今回ですね、この開発者の発言やその思想を見ていると、あながちそれらの批判は間違ってないんじゃないか、そんなことを思わせるような状態になっています。で、まずその前段としてですね、現在、ちょうどね、昨日ですよね、DC の作家がその発言から解雇になったという話題を見ました。そしてそれ以外にもですね、こちらになりますが、このチャーリー・カークの事件を嘲笑することにより、この左派界隈、続々とキャリアを失っています。チャーリー・カークの事件に対する冷淡な発言を理由に、テネシー州立ミドル大学の副学部長が解雇に。ミドルテネシー州立大学の職員が水曜日にチャーリー・カークの事件に関するオンライン投稿を理由に解雇された。ローラ・ソッシュ・ライツイ氏は副学部長であり、カークについて自身の考えをネット上に投稿した。チャーリーは自分で語った運命をそのまま生きただけのようね、と彼女は書いた。ヘイトはヘイトを生む。同情は一切なし。彼女の投稿は反発を招いたが、さらに強気な態度を示した。そうよ、ヘイトはヘイトを生むの。それでも同情はしない。人は自分が世界に撒いたものを10倍になって受けるのだから。ということでね、やばいでしょ。それがね、こちらにスクショとして残されているんですが、大学の職員がこういった発言をしまして、今回ですね、解雇になったということで、現在ですね、こういった状況。枚挙にいとまがございません。日々ですね、こういった形で続々とこういった人たちが解雇されてるという状況になってるんですね。だからね、これ昨日になるんですかね、少しお話ししましたが、本来であればね、いつもの状況であればこういった人たち解雇されてないと思うんですよ。それでずっと今までやってきたわけでしょ。この狭いエコーチェンバーの中でそれが許されてきたわけですよ。なんですが今はですね、ウクライナ女性の一件とこのチャーリー・カークの事件、やっぱりね、これ以前と以降じゃ状況が違うということですよ。今回に関してはこういった発言許されていないんですね。 DC もそうでしょ。これね、コメントで書いてらっしゃる方もいましたが、ほんとその通りで、そもそもね DC というのは作家雇ってるんですよ。で、その時点でどうかしてると言われていたんです。そして案の定問題が起こり、今度は解雇したでしょう。そしてあそこまで迅速に毅然な態度を取るとは思わなかったと多くの人が言っています。だから一番驚いているのはね、こういった発言、いつも通りの発言で解雇されてる人々なんじゃないかなと思いますね。なんですがですよ、皆さん、こういった発言でまだ解雇されていない人物がいるんですよ。それがこちらなんですね。ゴースト・オブ・妖帝に携わったサッカーパンチのシニア開発者ドリュー・ハリソンがチャーリー・カークの事件を祝う。ビデオゲーム業界が再び注目を集めているが、今回も理由は最悪だ。ゴースト・オブ・ツシマや今後発売予定のゴースト・オブ・妖帝を手掛けるソニー傘下のスタジオサッカーパンチプロダクションズのシニア開発者が保守系コメンテーターチャーリー・カークの事件を公然と嘲笑したのだ。サッカーパンチのシニアスタッフでキャラクターテクスチャールック開発アーティストのドリュー・ハリソンは自身のブルースカイアカウントでこう投稿した。犯人の名前がマリオであってほしい。そうすればルイージは兄貴が後ろ盾になってくれたとわかるから。ハリソンはまたこの悲劇的な銃撃を受けてカークを嘲笑する別のメッセージもリポストしていた。ということでちょっとね、詳しく見ていきましょうね。で、こちらがね、そのブルースカイのドリューさんのアカウントということで、ここね、サッカーパンチと入ってますね。そしてここです。この SR というのはシニアスタッフですね。これね、上級職と訳すこともできるんですが、必ずしも役職についているとは限りません。ベテランとかね、このような意味もあります。ですので、ゴースト・オブ・妖帝だけではなくてね、前作、ゴースト・オブ・ツシマから関わっていたと言われているのは、そういうことなんじゃないかなと思いますね。そしてね、当然ありますよ、皆さんね。はい、ここね、C、ハート。もうこの時点でね、何か感じるものがありますが、しっかりここにね、プロナウンも記載されていると。そしてね、この人こんな発言するんですよ。ここですね。犯人の名前がマリオであってほしい。そうすればルイージは兄が自分の後ろ盾になってくれているとわかるからと。そしてね、この下にもありますが、これをリポストしているんですね。彼は自分の大好きなことをして、トランスフォビアで人種差別主義者でいることを。
ということで、つまりはこの発言を支持しているという形のリポストでしょうね。明らかに。つまり今回の事件を称賛し、ざまーとやってると。で、じゃあまずね、このマリオとルイージの件、一体何を言っているのかということです。これはね、皆さん覚えてらっしゃいますかね。ユナイテッドヘルスの事件のことを言っています。ユナイテッドヘルスケア CEO の害で起訴された容疑者、ルイージ・マンジョーネについて分かっていること。ね、この時の犯人の名前がルイージなんです。で、ここでね、何が起こったかと言いますと、これがね、まさにその犯人なんですが、この人物がですね、アメリカの最大級の保険会社ですよね、ユナイテッドヘルスの CEO を銃撃し、害しました。なんですが、この時ですね、この保険会社というのは、普段から非常に恨みを買う存在ですから、特にユナイテッドヘルスね、これがですね、一部界隈で称賛されたんですね。この犯人、ファンを獲得したんですよ。で、シーンってあるでしょ。あそこでは彼の T シャツが発売されてみたりね。これで調査入りましたが。で、彼ね、マクドナルドで食事中に、そこで通報されまして、マクドナルド内で逮捕されました。つまり、ここでは何を言っているかというと、今回のね、チャーリー・カークの事件の犯人が、マリオっていう名前であってくれたら、ルイージがね、兄が仲間になってくれたとして、安心するんじゃないかと言いたいんですね。要するに、ユナイテッドヘルスの件も、今回のチャーリー・カークの件も、どちらも同時に茶化すような発言をして嘲笑していると。ね、皆さん、先ほども言いましたが、こちら見てください。ここね、ゴースト・オブ・ヨーテの看板を背負っているアカウントですよ。裏垢じゃありません。ここでこれができるというのが、もうまさにね、これまでのエコーチェンバーの賜物ですよね。今まではこれが許されてきたわけです。現在はこれが許されるような雰囲気ではないということですね。じゃあね、皆さん、これを受けて、サッカーパンチの公式 X アカウント、どうなったと思いますか？もうお分かりですよね。はい、その通りでございます。現在ですね、こちら、うわーっととつられている状態でして、これ見てください。すごいでしょ。もうどこまで行ってもこの件です。大変な炎上になってしまってるんですね。これだけじゃありませんよ。最新のポスト以外にもですね、こちらですね。はい、行きますよ。ほら、すごいでしょ。もうね、大炎上しております、サッカーパンチ。大変なんですね。で、この方ね、非常に面白い投稿しています。彼女は、チャーリー・カークの事件を公然と嘲笑し、悪趣味なマリオとルイージのジョークまで飛ばした上で、それに憤った人々をさらに嘲笑して開き直った。添付された画像は、プレイステーションのヘイトスピーチ禁止ポリシーです。それがね、ここスクショで挙げられているんですが、ここですね、ヘイトスピーチとあります。プレイヤーは、お互いに自己表現や意見を交わすことはできるが、ヘイトスピーチや差別的な行為は容認されないと。いうことで、これすごいですね。もはやね、これが決定打になるんじゃないかと思いますが、プレイステーションはこういったヘイトスピーチを禁止していると。つまりサッカーパンチは、彼女を処分しない限り、この規約に抵触するということになりますから、お前分かってるなと、このように理詰めされてるわけですね。こちらおなじみマーク・カーンさん、これ投稿しています。サッカーパンチのシニア開発者が、チャーリー・カークの事件を祝福。私にとってゴースト・オブ・ヨーテーはもう終わったも同然だ。この人物の辞任だけでは納得できない。これで、スタジオが潰れることを願う。この投稿にいいねをしているゲーム開発者も数人いるようだが、本当にひどい。ゴースト・オブ・ヨーテーが初めて発売された時からずっと言っている。このゲームは常軌を逸した活動家が開発した目覚めたゴミみたいなゲームだ。買うな、プレイするな。この人ね、ここ予約キャンセルしたと言ってますね。この人すごいですよ。こちらね、ゴースト・オブ・ツシマぶっ壊してると。これですね。私はこのゲームを擁護しようとしましたが、今ではそのことを完全に後悔しています。たとえこの人物が解雇されたとしても、私はスタジオの作品は一切支持しません。これはこのような連中が社内で蔓延させている忌まわしい行為なんです。ということで現在ね、こういった人結構多くって、これまでね、このゴースト・オブ・ヨーテーを批判する人たちの声に対して、これを擁護する声というのも結構あったんですね。で、そういった人たちが続々とですね、今、もう擁護しませんと、こういった意思表明をしています。ゴースト・オブ・ヨーテーコントローラーの予約注文をキャンセルしました。面白いのは、ゲーム業界がこういった人物を雇い始めてから、ビデオゲームの人気が下がり始めたということです。このゲームをボイコットするつもりだ。このスタジオから大規模なレイオフのニュースが出たら、私はそれを祝うだろう。こうね、サッカーパンチ、ソニー、プレイステーションをタグ付けしまして、信じられない。これはおぞましい行為だ。全くもって忌まわしい。お前らは、右寄りの全ての顧客を悪者扱いし、阻害したんだ。俺たちの金を受け取る資格なんてない。吐き気がする。顧客の半分を燃やしてるんだ。ふざけやがって。もうゴースト・オブ・ヨーテーは買いません。ゴースト・オブ・ツシマは私の人生で最も好きなゲームの一つで、この新作も楽しみにしていたのに、こんな人物を雇うなんて恥を知れ。ここね、ソニーということでね、これに関しては、本当ね、皆さん激おこでございまして、このゴースト・オブ・ツシマのファンですら、今回のボイコットを呼びかけているというような状態になってしまっています。でね、なんと皆さん不運なことに、このタイミングで、日本の札幌ビールが、ゴースト・オブ・ヨーテーとのコラボビールを出すと、これ本当かなと思ったらね、こちらレンカさん、本当のようですね。札幌ビール株式会社サッカーパンチとパートナーシップ締結。北米向けにゴースト・オブ・ヨーテーコラボパッケージを発売。でね、ほら、こちらね、立派な公式サイトがあるんですよ、これ。札幌をボイコットしろ。ああ、
かわいそうな札幌。人々はゴースト・オブ・ツシマのようなゲームを期待していたのに、結局は最悪の意図で作られたこのどうしようもないクソゲーと自分たちのブランドが結びつけられてしまった。最悪のタイミングだ。これはずっと前から進められた計画に違いない。まあそりゃそうですよね。ということで今ね、こちら札幌の公式サイトになりますが、現在ですね、このゴースト・オブ予定の火の粉が降りかかりそうな勢いとなっていますね。はい、ということで本日はですね、ゴースト・オブ予定の開発会社サッカーパンチの従業員がチャーリー・カークの事件を嘲笑したことでネットは大炎上。その対応が待たれているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、これに関してはまだね、サッカーパンチ動いていません。この動画が出る頃にはね、もしかしたら何かしらの動きはあるかもしれませんが、現状ではね、何の声明も出ておらず、もうすでにですね、DC の件がありますから、対応が遅すぎると、このように言われている状態です。まあね、サッカーパンチにしてみたら、この開発者はですね、結構重要な人物なんじゃないかなと思うんですよ。昔から携わってるんでしょ。だから今の風潮を受けて、どう出るのか。これね、ものすごく重要だと思いますよ。このまま無視を決めるのか、それとも、解雇して筋を通すのか、はたまた、擁護する声明を出すのかと、このあたりはね、注目しておくといいかもしれません。まあ正直ですね、現在このね、プレイステーションのアカウントにもとつられている状態なので、このまま無視を決められるのかというのはちょっと疑問ですよね。こちらね、このゲームについては別の記事も出ているんですが、ゴースト・オブ・予定ファンの懸念が高まる。脚本家はドラゴンエイジ、ベルガードやマスエフェクトにも関与というような形で、このゲームね、そもそも目覚めすぎなんじゃないのという懸念が高まっていましたので、この議論に拍車をかけるかもしれませんね。はい、ということでね、今収録ちょっと長くなってしまいまして、その間にですね、なんと、この一件アップデートされました。ちょっとね、まだメディアから情報は出てきていないので、はっきりとね、確定情報かはわからないんですが、こちらね、マーク・カーン氏、チャーリー・カークの事件を祝ったゴースト・オブ・予定の開発者が解雇された。ということで、今ね、この方、解雇されたんじゃないかと言われているようです。で、今ね、ここ見てください。名前をね、変えてるの、ここ。ナチスを死ぬまで殴り続けると。ね、やばさが増してますね。そしてここね、彼女のリンクトインが2025年9月までになっていると。これ9年間勤めたんですね、サッカーパンチ。そしてここでね、あなた本当に解雇になったのと聞かれておりまして、お金なんていらない。ゴースト・オブ・予定は、私が心から愛する200人の仲間によって作られた素晴らしいゲームだ。ガザの家族やトレバープロジェクト ACLU に寄付してください。ということで、本当にガチの人だったんですね。私はゴースト・オブ・予定を支持しません。彼らは声明を一切出していない。彼女は解雇されたと話してはいますが、それはゲーマーをなだめるためのごまかしじゃないんですか。会社が開発者による事件の祝福を非難するために前に出てこない限り、彼らは共犯のままだ。こちらね、別の方になりますが、現在ね、こんな議論にもなっています。開発者の政治的な見解は、ゴースト・オブ・予定のようなゲームを買うかどうかの判断に影響するんですか。自分としては、正直言って、俳優や開発者が自分の個人アカウントで何をしていようが気にしません。ホグワーツレガシーをめぐる論争の時でも同じで、ゲームはあくまでもゲームです。もしそれで判断していたら、正直、ほとんどのゲームを買えなくなるでしょう。というか、もの全般そうです。100人がゲームを作っていて、そのうちの1人がとんでもない意見を持っていたとしても、その1人のせいで、残り99人の成果を台無しにするなんてことはできません。予約はキャンセルしたよ。誰かの、を祝うなんて本当におぞましいことだ。単なる政治の話なら気にしない。でも信念を理由に、を称賛するなんてのはさすがにやりすぎだ。それから先に言っておくけど、これはどちらの陣営の人間に対しても同じ考えだ。を祝うなんて、それは政治的な意見じゃない。邪悪そのものだ。どうしてそんな邪悪を支持できるんだ。ということでね、今回の一件を受けまして、元からね、このゴースト・オブ・予定を購入しようと思っていた人たちは、アサシン・クリード・シャドウズの時もありましたよね。ちょっと辛い状況になってしまうのかなというような気はしますよね。いずれにせよですね、状況的に従業員が解雇になったんじゃないかと、このようには言われていますが、サッカーパンチからの見解は一切出ていないため、現状でも燃え続けているというような状態になっています。リリースまであと3週間ほどとなったこのゴースト・オブ・予定、ここに来てとんでもない状況になっていますが、果たしてどうなっていくのでしょうか。